今日はポークカツレツを作ります。クッキングノートの145ページですね。今日お肉を買ってきました。豚肉6枚とんかつに切っていきます。レシピでは 60g となってますが、今日は大きく切っていきます。でこうして6枚並べて叩いてとありますけど、昔は肉を叩いて洋風にカツレツ作ったんですけども、今は日本は叩かないでとんかつ作ってますね。パラグアイでお肉ビーフカツなんですけど、よく叩いて薄っぺらくしてミラネサというカツレツがあるんですけども、日本は最近叩かない。私も叩かないでとんかつ風に作ったのが好きですね。ですからあんまり叩かないで今日は、その中間でいきます。本当はこの火が通りやすいように昔は切り目も入れてたんですけど、筋のとこだけ切っておきましょうかね。最近はもう切らないでとんかつ揚げますね。塩コショウを振ります。卵をもう少し卵を足しておきます。パラグアイで日系の方がやってるジェミータという会社の卵です。薄くつけるだけです。小麦粉ですね。そしてパン粉をつけていきますけども、溶き卵に豚肉を浸して、パン粉たっぷりの方がつけやすいです。ふわっと乗っけて体重かけてギュッと押し込みます。そして裏返してもう一回パラパラっと上にかけてしっかり押して揚げている時に剥がれないようにですね、しっかりつけていきます。はい、これでパン粉つけ完成です。鉄鍋に油を入れていきます。火をつけます。油が温まるまでの間にじゃがいもを準備しておきましょう。はい、じゃがいもはこんな感じで切っておきます。油の温度は菜箸を入れてみて泡の立ち具合でだいたいつかみます。またはパン粉をちょっと入れてみて確かめてもいいです。じゃあ分厚いとんかつレツですので、これは弱めの時から入れてみましょう。もう1枚入れます。網でパン粉をすくいます。
最初はそっとしときます。箸であまり触ると衣が取れちゃいますので。繰り返します。少し火を弱めますね。火が通ってくるとだんだん浮き上がってくるんですね。この辺浮いてきてますから火が通ってますけど、こっちの方がまだ沈んでるっていうのはまだここが火が通ってないということです。はい、こんなところで揚げます。で、次の2枚を入れていきます。それを揚がったとんかつを切ってみます。一番太いところ火取ってますね。はい、お皿に並べます。浮いてきましたね。最後カラッと揚げるために少し火を強めます。揚げ物も慣れですね。はい、こっちはもういいと思います。よく油を切って並べます。こっちは分厚いのでちょっともう少しですね。で、さっき揚げたのを1枚2枚目切っておきます。しっかり火通ってますね。はい、こちらもいいでしょう。4枚目で、こちらを最後の1枚入れます。火加減を調整します。油が弱くなってくるとちょっと強めにしなきゃいけないんですけど、あんまり強いと今度は逆に中まで火が通る前に衣が焦げちゃいます。難しいところですね。パン粉はもう片付けちゃいます。また袋に入れて冷凍します。最後のこの2枚は分厚いので時間かかりそうです。はい、そろそろ揚げていきます。特大とんかつですね。はい、ちょうどご飯も炊けました。はい、火をちょっと強くして、先ほど切ったじゃがいもを入れていきます。
油が弱くなったので大きな泡がポコポコ出てますね。大体中火ぐらい。浮いてきたら上がった証拠ですね。はい、できました。熱いうちに塩コショウを振ります。で、一番ポークカツレツっぽいのに盛り付けて写真撮りたいと思います。パセリを添えて、はい、ポークカツレツの完成です。ポークカツレツいかがでしたでしょうか。ポークカツレツととんかつの違いがよくわかりませんが、ポークカツレツは洋風でパラグアイのミラネサのように肉をよく叩いて細かい衣を薄くつけるといった感じでしょうか。日本でとんかつはロースやヒレが主ですが、ポークカツレツには油が程よく回った肩ロースが向いているように思います。今回食べてみてその柔らかさに感動しました。じっくり低温で揚げたのも良かったのかもしれません。今回作ったのはお肉を分厚く切ってあまり叩かないとんかつ風ポークカツレツでした。とんかつに関したお話はもっとあるのですが、またの機会にいたしましょう。チャオチャオ。